そこは熊本県和水町。町内にある中学校の教室で、郷土の歴史についての授業が行われていました。約320年前の1587年、名古屋町の北部に春富村がありました。春富村の小さな山の上には、和仁一族の居城である和仁城がありました。和仁一族は天下統一を果たした豊臣秀吉の九州平定に反発し、一揆を起こします。そして、およそ1万人の豊臣軍に取り囲まれましたが、40日間もの間、和仁城に同城。和仁一族はおよそ800人、豊臣軍1万人対800人。和仁城で一体何があったのでしょうか。はい、今日の授業はここまで。次回からは和仁城と和仁一族のその後について学びます。それでは号令お願いします。起立。気をつけ。礼。ありがとうございました。なあなあ、なごみにも侍っておったと？なごみは山奥の田舎やけん。農家ばっかりやの。侍なんておらんって。あれでしょ？天下統一した徳川家康に逆らったんでしょ？昔の名残の人は。1万人の侍が攻めてきたのに、降参せんやったんやろ。バカや、勝てっこないのに。はよ、給食係は取り入って。今日はなごみの野菜だって。はあ、野菜ばっかりですかんな。美味しくなか。俺の野菜誰かやるよ。野菜嫌い。豊臣軍に囲まれた名古屋の人。殺したり殺されたりするのが戦争。よくわからないや。わかりたくもない。時は過ぎ、カズマの部屋。ちょっとカズマ、いつまで起きてるの？やっべ、おやすみなさーい。あれ？僕は家のベッドで寝ていたはず。なんで外にいるんだ？ここ、どこ？広がるのどかな田園風景。もう作業に勤しむ人々の姿が見えます。作業用の家畜でしょうか。大きな牛の姿も見えます。終わったわ。古い家ばっかりで何にもない。車も電線も道路もない。ここはどこなんだ？これからどうすれば？夢なら覚めて。見知らぬ道をさわよい歩き続けました。農民はカズマを手厳な視線で注意深く観察していました。ですが、カズマと目が合いそうになると頭を伏せます。それはどこか恐れているようにも見えます。ですが、勇敢な子供たちは違いました。喉が渇いてもうダメだ。めちゃくちゃ川の水きれいだけど飲めないよな。おい、そこのお前。はい？俺たちの偵察にまだ来たか。悠々人の土地に入り込みやがって。俺たちは絶対に負けんばい。そうよ。帰ってお殿様に伝えて、私たちの土地は絶対に守るっちゃけん。私たちが開墾して広げた田んぼや畑たい。はいよ。出ていかんね。うちらの土地よ。出ていかんね。待ってくれ。僕は迷ってて、ただ帰りたいだけなんだ。教えてくれ。ここはどこだ？名古屋町じゃないのか？あの山の形、あの雲も、どう見たって名古屋町だ。でもここは僕の知ってる名古屋町じゃない。おかしなやったい。なんか、豊臣軍じゃ中ごたるな。おいお前、今、春富村はやってくる豊臣軍の準備でてんやわんやだい。うろちょろする小樽なら叩き切るぞ。刀なんて持ってないでしょ。蔵にしいじいちゃんのがあるばい。よかか、俺たちの邪魔をすんなよ。どっか行かんで。待ってくれ。助けてほしいんだ。俺たちは忙しか。助けて。お腹すいたな。今日は朝から何も食べてない。やっぱりここは昔の名古屋町なんだ。豊臣軍に間違われた。いつか豊臣軍が大勢やってきて刀で攻撃する。明日か明後日かもっと先か。日も完全に落ち、カズマは
身動きが取れなくなりました。周りの民家からかすかな明かりが見えますが、怖くてとても近づけそうにありません。こんなことなら昨日の晩ご飯残さず食べとくんだった。ひっ。うわっ。夜ってこんなに明るくて騒がしかったんだ。おい、やあ。お前まだこんなところにおったっつか。家に帰れって言うたろか。でも帰り方がわからなくて。ついてこい。え？けい。暗闇をどんどん進んでいく子供。カズマは少し悩みましたが、その子供についていくことにしました。月明かりのある夜とはいえ、暗い土の道を子供はどんどんと歩いていきます。ですが、カズマには初めての道。裏つき、つまずき、ついていくのも難しいです。やがて、一軒の農家にたどり着きました。おっと、こいつたい。帰り方がわからん注文は。家の中では、いどりを囲んで、数人が座っていました。いどりの火が、ぼんやりと人々を照らしています。おっか、飯ば食わせちゃってくれんね。はいはい。よく見ればまだ子供じゃないの。さあ入って入って。今温かい汁をやろうね。はよ、スローで。疲れたっちゃろ。足ば伸ばせ。珍しく飯ば残すっち言い出して、この子のためやったとやな。さあ、ご飯ですよ。食べり。子供が遠慮せんでよかばい。あんと食え。カズマは無言で箸を取ります。晩ご飯は木の前に配膳されていました。茶碗に山盛りの玄米と野菜の味噌汁、厚めに切った白いたくあんが2切れ。カズマの苦手な野菜ばかりの食事でした。恐る恐る玄米に手を伸ばし口に入れました。いつも食べる白米とは違い、しっかりとした歯ごたえがあります。何度も噛みしめました。父ちゃんの米はうまかろう。よく味わって食えよ。飯ばっかり食べんと、汁も飲みなっせん。使えるばい。なんか、泣くほどまたか。うちの米は。こいつ、明日は田んぼ手伝うすけんね。食った分は働かなんぞ。今日はもう遅かけん、止まっていかんね。親御さんも心配しとらずばってんな。あんなに美味しいご飯を食べたのは生まれて初めてだった。ご飯は茶色くてパラパラとはしてなかったけど、噛むほどに味が出てきて美味しかった。青臭い葉っぱのスープも今まで食べたどの野菜より苦くて臭かったけど、一番美味しかった。たくあんってこんなに美味しかったんだって思った。お肉を食べてるみたいだった。初めて会ったのにこんなに優しくしてくれた。翌朝、カズマは田んぼ仕事を手伝いました。雑草取りや水路の掃除、薪集めや野菜の収穫、子供たちに教わりながら精一杯働きました。どれもが新鮮で、どれも大変でしたが、とても楽しかったのです。父ちゃん、今年は米ば豊作だな。ああ、こんだけふごれば、台風にも負けんたい。みんな朝ごはんですよ。朝ごはんのおにぎりを田んぼで食べるカズマ。周りには昨日の子供たちの姿。つかの間、孤独を忘れ、不安が消えた瞬間でした。子供たちはいろんな遊びを知っていました。カズマも普段の遊び方を伝えました。サッカー、ボールがありません。広い場所がありません。野球、草を丸めてボールを作ることにします。丸め方、結び方は子供たちの方が知っていました。バットは木を削って作りました。特に小刀の使い方は子供たちは上手でした。怪我をしない使い方を知っていました。いろいろな遊び方を試しましたが、自分はいかに道具で遊んでいたのかを改めて気づかされました。自然と遊ぶ方法は子供たちの方が詳しかったのです。みんなは豊臣軍と戦争するのは怖くないの？畑や田んぼを捕らえたってもう一回作り直せばいいじゃないか。春富村は今ばっかりやったばってん。俺たちのじいちゃんたちが開墾したとばい。木を削って
根っこを掘り出して、石を取り除いて、いでば引いて畑にそらすとよ。そうやって家族が増えたとよ。田んぼや畑があれば、米や野菜ができて、みんな腹いっぱい食べられたい。元気になれば、誰も死ななくなって、春富村の土地は元気になったい。畑はみんなの命やけ。みんなの元気がこの畑だい。田んぼや畑取り上げられるっちゅうことは、俺たちの命がなくなるもんも一緒だい。農家から土地を奪うやつなんて、ろくなもんじゃなかとよ。そげなもんに、俺たちを絶対に待てんばい。そして日が高くなる頃、南へ下ると大きな川がある。菊池川だい。下流に向かってずーっと歩いてかんね。大きな町、高瀬があるけん。そこなら帰り方がわかるかもしれん。お世話になりました。さあ、昼飯のおにぎりと水筒ばい。生ビスパ飲んだらいかんよ。なんかあったら戻ってきてはいよ。ありがとうございました。俺、菊池川まで見送ってくる。私も行きましょう。お昼前には戻ってきてはいよ。こいつ読み書きできるんだぜ。すごい。私まだ半分も書けん。私もキャン勉強して、父ちゃんの助けになるわい。髪は真っ黒にして練習しとったばい。墨の上に書いても誰も読めんたい。これから大勢の侍が春富の人たちを殺してくる。戦争が始まる。僕は一体どうしたらいいんだ。僕に何ができるって言うんだ。帰れるとよかね。カズマのお家。ありがとう。よくしてくれて。なに、春富野菜や米ば食ったらもう家族だい。家族のためになんかすっとは当たり前だい。誰が来よるわい。なんかあったとかな。あんたら春富の子か。伝えてくれ、ワニの親方に。豊臣軍が大勢で押し寄せてきた。ちゅとはい。場所は変わり、遠くにワニ城が見える集落。ワニ城へ続く参道に、点々と松明の明かりが続いて見えます。俺たちは朝までに親方様の屋敷、ワニ城まで食べ物を持っていく。豊臣軍が迫ってきとる。俺たちがワニの城までおびき寄せるけん。カズマは目を盗んで逃げんね。朝方に包囲される場合、この家はワニ城から離れとるけん、カズマならきっと見つからずに高瀬まで行けるばい。高瀬に行ったら港に行って聞いてみて。帰る方法ば。このつづらに入って、朝晩待って行動してはいよ。握り飯も入れとくけんね。朝まで食べたらいけんよ。元気でね。ちょっとの間だけど楽しかった。きっとお家に帰れるけんね。さあ、行きますよ。豊臣軍は続々と春富村に集結していました。ただの農民を押さえつけるためとは思えぬほど、名だたる武将が集結し、ワニ城包囲網を完成させつつありました。多勢に無勢、僕は農民たちです。とても打って出るなどはできやしません。最初から勝ち目も農場以外にできることなどなかったのです。全部終わったら、なんでお前たちの言うことを聞いてやるばい。ワニ城があるお山に続く道すがら、玄三が言います。やった。うまいもん腹いっぱい食いたかもよかか。旅へもよかつか。どんなお願いでも叶えてやるばい。中もんも、おもちゃも、着物も、どこへだって連れてったるけんね。ああ。天国にも行ってるがか。僕も天国行きたい。私も天国はいい。バカ野郎、そんな言葉が。ああ、行けるばい。天国だって必ず行けるばい。山場開いて、田んぼ場広げて、骨場作って、家族のために一生懸命頑張ってきた俺たちで、必ず天国に行ける。お前たちは俺の誇りたい。子供たちは自分の死についてちゃんと分かっていました。それ以上に
自分の生き方を大切にしていました。なぜワニチカザネは、春富村の親方として、守るべき農民たちまで戦に巻き込んだのでしょうか。ただの農民の子供たちまで、その命を奪うような戦の中に巻き込んだのでしょうか。その答えが、ここにあるのでしょう。お願い事、何する？何でも叶えてくれるって。そうだな。カズマが戻れることをお願いする。俺もカズマが元の場所に戻れることをお願いするばい。カズマも家族や友達と一緒の方がよかよね。離れ離れが一番悲しかも。私もカズマが家にちゃんと戻れることをお願いする。俺たちはずっと一緒だい。ああ、そりゃそうたい。カズマともまた会えるっちゃね。いつの間にか寝てしまった。僕の家だ。帰って来られたんだ。ワニ軍の籠城は、なんと40日間も続きました。1万人に対してワニ軍800人でよく頑張りました。秀吉も意外にしぶといので、随分腹を立てたみたいです。ワニ一族は根絶やしにせよ、と命令を出します。ワニ一族は全員打ち首。女性や子供たちまで全員殺されてしまいます。すごいですね。その後、農民の復帰を恐れた豊臣秀吉は、全国に刀狩り令を発したと言われております。名古屋町にある城の最後の様子でした。どうですか？皆さんならどうしますか？当時の人、生活や考え方がこの出来事に現れていませんか？圧倒的な武力差であっても、自分の生き方を貫くことを選んだ。まさに熊本の肥後もこす。こういう人たちのことを侍と言うんでしょうね。さあ、今日の授業はここまで。号令をお願いします。起立。気をつけ。礼。ありがとうございました。また野菜ばっかりたい。俺これ好かん。マジ死ぬ。好き嫌い言ってはダメよ。嫌いなもんは嫌いやもん。ちょっと食わんたって死にはせんやろ。俺の野菜やるよ。嫌いなもん食った方がストレスで死ぬわ。こんなん嫌がるせやろ。俺の少なくして。俺の野菜やるよ。マジ死ぬ。食べなきゃダメだ。米や野菜は命やけん。家族や友達が元気に暮らせるようにって作られた命やけん。命があれば何とでもなる。生きてさえいたらまたやり直せるじゃないか。どうして人間同士で戦わなきゃいけなかったんだ。土地なんかのためになんで戦争したんだ。